森岡さんちの猫第1巻、家族が教えてくれたこと。作森岡聡子、監修ヒヤシンス。森岡家は5人家族。私は長女の聡子、18歳です。お父さんは光、48歳です。出版社で忙しく働いています。お母さんは恵子、48歳です。書道の先生で、恵子に余念がありません。2人の弟は14歳の直樹と9歳の慎吾です。直樹は反抗期の真っ只中。強い言葉や振る舞いで家族をドキッとさせることもしばしばです。慎吾は遊びたい盛りですが、誰にも相手にしてもらえずつまらなそう。家族は一緒に楽しむこともなく、話し合うこともありません。心はバラバラで過ごしていました。ある日のことです。学校から帰った直樹が大事そうに子猫を抱えていました。そして一言、この猫飼うからね。お父さんとお母さんはおろおろしながらも子猫をそっと受け入れました。もう家に入れてしまったことだし、直樹も言い出したら聞かないし、なんと言っても子猫は愛らしく、飼わない選択はできませんでした。森岡の子になるから、森岡のもと子供の子を合わせて名前はもこにしましょう。お母さんがそう言うと、食卓が柔らかい笑顔に満たされていきました。もこは家族の心を一つにしました。弟たちは仲良くもこにミルクをあげます。これだけは忘れることがありません。早起きすることも、学校からまっすぐ帰ることも、2人にとって当たり前の約束になったようでした。私はアルバイトしたお金でもこにおもちゃを買うのが楽しみになりました。トイレの砂も買いました。キャットフードも買いました。もこを喜ばせるためにせっせとお小遣いを貯めました。お母さんは毎日もこと一緒に眠ります。お母さんの布団に入ったもこは幸せそう。お母さんが大好きなのね、もこ。もこはすくすくと育ちました。すばしこく庭に出ることも増えた頃には、もこはどこにいるの？が森岡家の合言葉になっていました。もこの顔が見えないと、みんながもこを探します。家族が顔を合わせては、やっぱりもこを探します。もこの成長と一緒に、家族の心のつながりも強くなっていくようでした。慎吾はもこが外に出るのが心配です。もこ、庭の外は車が走っているし、迷子になったら大変だよ。だから僕が案内するよ。そう言うと、もこをそっと自転車のかごに入れて近所に出かけます。末っ子の慎吾に小さな弟ができました。もこが森岡家に来てから1年が過ぎました。猫の1歳は人間の18歳と同じです。もこと私は同い年になっていました。美しくも
頼もしく成長した姿に家族のかけがえのない時間が重なるようでした。大人になったモコはいつの間にか音も立てずに外に出かけています。でもお父さんが帰る時間には必ず家に戻ってきます。そしてお父さんを出迎えるのです。お父さんが大切なのね、モコ。ある日のことです。モコが怪我をして帰ってきました。咳もしています。私はアルバイトのお金を握りしめ、モコを病院へ連れて行きました。モコのレントゲン写真を見ながらお医者さんが言いました。肺炎です。入院させてください。助からないかもしれません。猫は体が小さいので、人間が異変に気づくときにはかなり悪くなっているものだとお医者さんが教えてくれました。どうかモコが良くなりますように。家族が心を一つにして祈りました。モコの肺炎は治りませんでした。モコが2歳になる日は来なかったのです。モコが盛岡家からいなくなって1年が過ぎました。ある日の夜、家族は久しぶりに話し合いました。モコがいなくなってすごく寂しい。また猫を飼おうよ。私は猫を家族に迎えた暮らしが幸せでした。しかしお母さんはもう猫は飼いたくないと反対しました。死んでしまうと悲しいから二度と飼いたくないの。聡子が飼いたければ自分で家を買って自分の責任で飼いなさい。と静かに言いました。モコを連れて帰ってきた直樹は喘息がひどくなっていました。僕は猫が好きでも一緒に暮らせない体だと分かったよ。と目を伏せて言いました。それまで私はみんなきっとまた猫と暮らしたいのだろうと思い込んでいました。でも違ったのです。それは話し合わなければわからなかったことでした。ペットの命は短いから大切にしないといけないね。モコはみんなに可愛がられて幸せだったと思うよ。お父さんが家族全員をかばうように言いました。慎吾はみんなの話をただ黙って聞いていました。お母さん、今でも夜中に時々泣いているんだ。モコちゃん、モコちゃんって、モコを抱いて寝ていたんだからね。悲しみが深いのさ。その声を聞くのが辛くて、僕は耳を塞ぐんだ。直樹の言葉が私の胸に響きました。お父さんもお母さんも私も直樹も慎吾もそれぞれが再生の道を歩み始める時が来ていました。盛岡家の大切な家族、モコが教えてくれたのです。私は自分の力で猫が飼える大人になろう。私の人生で初めての誓いでした。
森岡さん家の猫は森岡家の家族と猫との絆を全3巻を通してお楽しみいただけます。動画はコミカルに、絵本はシリアスな内容になっており別物です。絵本は水彩絵の具、アクリル絵の具、色鉛筆を使い心を込めて絵を描いています。1冊税込み1100円、Amazon でも販売しています。数に限りがございます。ぜひお買い求めください。またこちらのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。